こんにちは。今回は模様編みを紹介します。この模様は長編みと長編み2目、細編みで編む模様編みです。こちらが凹凸のある編み地で、こちらを表側にしたいと思います。裏はこのような模様です。編み地は伸縮性もあります。編み方を編み図で説明します。今回は5個の模様で編み方を説明します。模様1つが鎖編み2目が必要です。5個ですから、10目に1目最初に必要ですから、11目の鎖編みで作り目を作ります。1段目は長編みです。作り目の鎖編みに長編みを1目ずつ編みます。長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編んで、すぐ根元の鎖編みは、この鎖編み3目が長編み1目になります。次の鎖編みの裏山を拾って長編みを編みます。作り目の鎖編み1目に1目ずつ長編みを編んで1段目が終わります。11目の鎖編みで作り目を作りました。1段目は長編みですから、長編みの立ち上がりの鎖編み3目を編みます。この鎖編み3目が長編み1目となりますので、鎖編み3目を編んだ。その下の根元の鎖編みには、この鎖編み3目が入って、長編み1目となります。次の鎖編みの裏山を拾って、ここに長編みを編みます。長編みは針に糸をかけて、ここから1、2、3、4、5個目の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜き、また糸をかけて2本の糸を引き抜いて、長編みを編みました。1段目は鎖編みの裏山を拾って、1目に1目の長編みを編みます。針に糸をかけて次の鎖編みの裏山に針を入れ、糸をかけて引き出し、2本の糸を引き抜き、また2本の糸を引き抜いて、長編みを編みました。これを1段目は続けます。1目に1目の長編みを編みます。鎖編み、1目に1目の長編みを編んでいきます。鎖編みの裏山を拾って長編みを編みます。ここが最後のところです。最後の鎖編みの裏山に針を入れて長編みを編みます。これで1段目ができました。2段目の編み方を編み図で説明します。次は2段目です。1段目で長編みを編んで、最後のところから2段目は細編みと長編み2目の玉編みを編みます。長編みを編んだところから立ち上がりの鎖編み1目を編みます。細編みの立ち上がりは鎖編み1目ですから、鎖編み1目を編んで、すぐ根元の長編みの頭に細編みを編みます。次の長編みのところには、長編み2目の玉編みを編みます。次は細編み、次は長編み2目の玉編みです。これを繰り返して、最後に玉編みを編んだら、次は細編みで2段目が終わります。この細編みは1段目で鎖編み3目を編んだ。3個目に細編みを編んで、これで2段目が終わります。次は2段目です。2段目は細編みを先に編みますから、立ち上がりの
鎖編み1目を編んで、右側の編み地を押して裏返します。次は細編みです。鎖編み1目を編んだ、その根元にある長編みの頭です。ここが長編みの頭ですから、長編みの頭に細編みを1目編みます。次は長編み2目の玉編みを編みます。次の長編みの頭はここです。頭2本拾って、ここに長編み2目の玉編みを編みます。針に糸をかけて、次の長編みの頭2本に針を入れ、糸をかけて引き出し、糸をかけて2本の糸を引き抜いて、ここまでが未完成な長編みです。長編み2目の玉編みは、未完成な長編み2目を編んで一度にまとめて玉編みにしますので、最初の1目は2本の糸を引き抜いたところで未完成な長編みが完成です。次も未完成な長編みを編みます。同じところに針を入れて、未完成な長編みを編みます。2本の糸だけを引き抜いて、これで未完成な長編みが2目できました。次は糸をかけて針にかかっている糸をすべて一度に引き抜いて、長編み2目の玉編みができました。ここで玉編みは完成です。次は隣の1段目の長編みの頭に細編みを1目編みます。細編みを1目です。これが2段目の模様です。次も未完成な長編み2目を編んで、長編み2目の玉編みを作ります。次の長編みの頭に未完成な長編みを2目編みます。1、2、未完成な長編み2目を編んで、すべてを一度に引き抜いて、長編み2目の玉編みができました。次の長編みのところには、細編みを1目だけ編みます。これが2段目の編み方です。こちらから見るとわかりませんが、こちら側には少し凹凸のある模様ができています。これを繰り返します。次も今細編みを編みましたから、次の長編みの頭には長編み2目の玉編みです。未完成な長編みを2目編み、これを一度に引き抜いて長編み2目の玉編みを編み、次は細編みを1目だけ編みます。次は長編み2目の玉編みを編みます。玉編みの後は細編みを1目だけです。次も長編みの頭に長編み2目の玉編みを編み、最後は細編みです。最後の細編みは最初に鎖編み3目を編んで立ち上げた鎖編みの3個目の一番上にある鎖編みの頭の2本を拾って、ここに細編みを1目編みます。これで2段目ができました。こちらから見ると平らですが、こちら側から見るとこのように凹凸のある編み地になっています。次の3段目を編み図で説明します。次は3段目です。2段目を細編みで編み終えました。3段目は1段目と同じで長編みを編みます。3段目は細編みを編んだところから立ち上がりの鎖編み3目を編んで、次の長編みは2段目の玉編みの頭に長編みを編み、次の長編みは2段目の細編みに長編みです。
細編み、長編み2目の玉編みと、1目ずつ長編みを編んで3段目が終わります。4段目は2段目と同じ編み方で、3段目以降は3段目、4段目と同じ編み方、そして次の5段目は3段目と同じ編み方を繰り返します。次は3段目です。3段目は長編みですから、立ち上がりの鎖編み3目を編みます。3目を編んで編み地を裏返します。次も長編みを編んでいきます。細編みの頭に鎖編み3目を編みました。次は玉編みの頭に長編み1目、細編みの頭に長編み1目です。こちらから見ると分かりづらいですが、このように見ていくと、ここが玉編みの頭、そしてここが細編みの頭ですから、玉編みの頭の2本、細編みの頭の2本を拾いながら、長編みを編みます。長編み2目の玉編みの頭に長編みを編み、次の細編みのところにも長編みを編みます。これが3段目の編み方です。すべて長編みを編みます。次の玉編みの頭に長編み、次の細編みの頭です。ここが細編みの頭です。ここに長編みです。この編み方を繰り返します。次の目にも長編み、そして次の目も長編みです。長編みの玉編みを編んだ部分と細編みの編んだ部分で少し高さが違いますが、次の目にも長編み、そして次も長編みと、一目ずつ長編みを編みます。そしてここが最後の細編みのところです。この細編みに長編みを編んで、これで3段目が終わります。4段目は2段目と同じ編み方で凹凸のある編み地を作っていきます。3段目を編んだら、次は細編みを編みますので、鎖編み1目を編んで編み地を裏返し、鎖編み1目を編んだ根元の長編みの頭に細編みを1目編みます。そして次の長編みの頭には長編み2目の玉編みです。未完成な長編みを2目編み、すべての糸を一度に引き抜いて玉編みにします。次の目には細編みです。これが4段目の編み方です。2段目と同じ編み方を繰り返します。次は長編み2目の玉編み。そして次は細編みです。これを繰り返して編みます。長編み2目の玉編み。次は細編み。そして次は長編み2目の玉編みです。次は細編みを編み、次の長編みの頭には長編み2目の玉編みです。そして最後は細編みを編みます。細編みを編むのは3段目の立ち上がりの鎖編み3目の3個目のところです。鎖編み3目の3個目の2本の糸を拾ってここに細編みを編みます。これで4段目までが編めました。編み地を裏返すと、玉編みと細編みを編んできた部分が、このようにポツポツと凹凸のある模様になります。
長編みと長編み2目の玉編み、細編みで作る模様編みです。繰り返し模様ですが、このように凹凸のあるかわいい編み地になります。最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございます。